ゆっくり、ユニカムガイド。突然ですが、皆さんは動物はお好きですか？なんだ、突然だな。私は犬が好きですね。最近はよく犬の動画を見てます。犬は可愛いよね。元気いっぱいで。そういえば、ブリッツにも犬にまつわる戦車があるんですよね。ルビーか。原作だと犬が乗ってたんだっけ。まあブリッツでは犬の鳴き声がするわけでもなく、ワンちゃん要素はありませんがね。真面目な話、犬音声入れると動物愛護の観点から怒られそう。おっさんならいくらでも買いが利くしね。なんてひどいことを。おっさんを守ってくれるおっさん愛護団体はないんですか？気を取り直してスペックを見ていきます。DPM が高いのか。ティア7体の戦車であればそう珍しくもないですが、結構な高 DPM なようですね。ティア8戦車って基本 BPM 低いし、ここはかなり嬉しいポイント。格上に襲撃されても割と抵抗できそう。って思うじゃん。通常弾か近弾ともに貫通力が悪すぎるんですよね。これは格下の T3485 と同じです。かなりひどいですね。実質プラマイにマッチじゃん。格上どころか同格にも苦労するのか。貫通を上げたいところですが、下近弾は CR なのでしてません。恩恵薄いしね。弾速は優秀なので拡張は絞り上げにしてます。精度に関してはいい感じですね。走り打ちが得意なワンちゃんなんだね。このティアにしてはなので毎回ちゃんと当たってくれるわけではないですが。となると、やはり機動力を生かす、純粋な MT なんだね。負荷は8度取れます。なんというか普通ですね。機動力は最高速54キロで、加速もそこそこ良好です。中戦車としては必要十分な足回りを持ってるね。なお、体力は同格中戦車の中でも最低レベルです。あんまり油断してると一瞬で溶けるので気をつけましょう。名前からもう察してるけど、走行もモデル戦車からあんま変わってなさそう。それがそうでもないんですよね。さすがに走行面は増圧されてます。砲塔も防順裏までしっかり走行が配置され、さすがにティア6の走行ではないですね。しかし、だからといって頼れるわけでもなく、格下相手ならハルダウンが通じる程度です。それも下近弾を使われたら簡単に防順を抜かれるわけね。まあ、T43 のような劇的な進化はしていません。こうなってくると、なかなか運用が難しい。被弾しないよう立ち回るなら別に軽戦車でもいいですからね。なお側面は何も変わらず 45mm なので、大口径榴弾は余裕で貫通します。相手乗るタイプの戦車かな？せめて犬の鳴き声があれば、そうは言いつつもやはり優秀な DPM を持つ本車両。格下相手になら砲塔も通用しますし、DPM で敵を一掃することもできます。どこまで行ってもやっぱりティア7は DPM 主体の戦いだよね。今回は残念ながらボトムなんですけど。これは終わった。なんかチャットが。HD tanks are coming. 一体何を言っているんだ？おそらく、機械アップデでブリッツのグラフィックが改良されるんですよね。機体のサスペンションが動いたり、戦車の水濡れ表現が実装されたりするやつ。モバイル版戦車ゲームのテストもあったり、対抗心を燃やしてるのかもね。概要欄に公式の紹介動画を貼っておくので気になった方は見てください。まさかそんなナイスなアップデを計画していたとはね。最近の運営はゲームを盛り上げようと色々してくれててなかなか良い印象を持ちますね。願わくばもうオートローダーを実装するのをやめてほしいですが。それか、マッチするローダーの数を制限してほしい。今回全く実況してなくて笑う。実況、そうですね実況しないとですね。とりあえずは、味方も全員上に来たしおせおせなムードなので強気に T71 をガレージ送りにしてます。今ガレージに送り届けました。まさにブリッツ界のウーバーイーツ。お前もデリバリーしてやろうか？下近弾でも株すら抜けないんですけど。やっぱり、格上 HT の相手は厳しすぎる。さすがにあれは無理ですね。何しても勝てる気がしません。というわけでより手頃な T49 君を狙うことにします。なんか薬パンツが出てきそうなので要警戒ですがね。やっぱり DPM があるだけで十分強いなって。脳筋プレイヤーにとっては最高な戦車かも。動いても拡散が広がらないのでこういう打ち合いはかなり得意です。かわいそうな T49 君。もちろん側面に榴弾当てられたら笑えないので気をつけましょう。さて、無事に T49 を出前館できたところで次ですね。いやさっきウーバーイーツって言ってたよね。まあ暴動食べたいね。今それ全然関係ないしウーバーイーツみたいに言うなし。敵前逃亡する悪い子にはお仕置きだぞ。口コテ、こんな展開になったら逃げたくなる気持ちわかる。悲しきかなこれも鬼畜の定め。パンテラいたんですね。犯行現場を見られてしまった。別に犯罪ではないが、ていうか今までどこにいたし、2分ほどリスクで英気を養ってたんでしょ。何その明日になったら本気出すみたいな設定。我々の業界ではご褒美です。いや、まあ、確かに試合には勝てるしありがたいけど。いやわざわざ暴言まで表示する必要ある？大いにない。さて、残すはカチカチ中華戦車くんですな。貴様のせいで毎日 WZ111 くんは枕を濡らしているんだぞ。WZ111 くんって何？説明しよう。WZ111 とは、同じ中華18重戦車枠に存在するもう一両の重戦車である。同じようなキャラクターでありながら、性能は明らかに偏っており誰も買わないもの。てか今の声誰？喋るの早。こんな戦車あること知ってる人の方が少数派でしょ。いつか
輝ける日が来るといいなって。ていうかさっきの声誰？反応遅。さすがにこの戦車もここまで囲んでしまえば怖くないですね。成仏してくれ。少々癖はありますが高 DPM で楽しい車両です。ぜひ購入ご検討くださいませ。それでは今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。